こんにちは、月です。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、温かいコメントありがとうございます。大変励みになっております。今日はですね、ガラリとこれまでと雰囲気を変えてお届けをしております。8月の8日にライオンズゲートがね、一番開いてエネルギーが一番拡大される時というね、時期を迎えたのですけれども、ちょうどその時にですね、なんかこんな雰囲気でリーディングをしているイメージが降りてきまして、でそのイメージにね、こう結構忠実に再現をしてテーブルコーディネートを変えてみましたね。なんかこういう風に雰囲気を変えるのってね、ちょっと勇気がいるんですけれども、アップデートする時期なのかなと思って最新の状態にしてみました。はい、それで今日はこの新しいテーブルコーディネートになって初めての動画を撮影しています。というわけで、皆さんに訪れるウルトラなアップグレードというテーマでリーディングをしてみようと思います。どういった最新の自分自身になっていくのか見ていきたいと思います。選択肢のカードを並べております。左から A、B、C となっております。今この状態でカードの裏面を見て選びたい方は選んでみてください。この後絵柄を展開していきたいと思います。はい、選べましたでしょうか。それでは絵柄をオープンしていきますね。まずは A さん、 B さん、 C さんです。はい、選べましたでしょうか。それでは順番に A さんからリーディングを始めていきたいと思います。はい、それでは A さんカードが出ました。見ていきたいと思います。ちょっと映ってないのかな、ごめんね。よいしょ、ずらします。いいかな、映ったかな。はい、まず A さんすごいですね。大アルカナ祭り、ここね全部大アルカナ出ています。そして大アルカナっていうのはすごくね大きな意味を持っていると言われているカードです。タロットカードの中の、はい、すごくパワーが強い、エネルギーの強いカードが3枚出てきてくれていて、そしてルノルマンカードを見ていくと、鳥のカードにハートのカードに、紳士のカードが来ております。でここに出ている紳士のカードは見てくださっている A さんにとってどなたか第三者の方ですね、はい、を当てはめて見ていただくようなカードとなっています。ハートのカードも出ているし、コミュニケーションを示してくれるカードも出ております。人間関係かなというところが強いですね。人間関係、どなたかね気持ちを伝えたい方がいらっしゃるとか、コミュニケーションをしっかりとっていきたい方がいらっしゃるのかなという、そのような印象を受けています。はい、そして他のカードを見ていくと、結構ね自分自身をしっかり守り抜いていくみたいなところもメッセージとして強く出ておりますので、ご自身らしく
付き合っていけるような方、とのね関係性とか、あるいはご自身をしっかりと、ご自身らしさという部分を守りながらコミュニケーションをとっていく方法というものを、見つけていきたいなと、こうね、試行錯誤されていらっしゃるような方が多いのかなという印象が、まずカードをパッと見て伝わってきました。はい、ではまず現状ね、どういったご自身からアップデートされていくのかというところを見ていきたいと思います。まず現状なんですけど、一番上の段に出しているこの3枚ですね。はい、こちらになります。すごくね、何かに対して、探求している、追求している、一生懸命何か探して答えを見つけようとしているっていうところが、はい、伝わってきます。で、ご自身がね、こう温かい炎で何かこう焚き火に当たって温まれるような、ほっとするような、そのような場所を探している感じが伝わってきていて、そのためにも自分の内側としっかり向き合っていたりだとか、そういう部分があるかなというね、はい、そんな印象を受けます。何かとっても、A さんの生真面目なところ、すごく真面目で繊細で一生懸命、な、部分が伝わってくるんですよね。何かに熱中して答えを探している、そのようなものがあったのだとすれば、そこがすごくアップグレード、アップデートされていく、部分だよと言われています。ですので A さんが今はね、これが知りたいと思っているようなこと、そこに対して訪れる、アップデートですと言われています。ではですね、そのアップデートに必要なものは何ですかと聞いている部分ですね。中段のカード3枚になります。こちらがですね、はい、このような3枚出てきてくれています。ラバーズが来ましたね。そしてシャドウとスティルネスというカード、急がなくていいよというところがまず伝わってくるのと、必要としていることは、そうですね、何かじっくりと自分自身が選び抜いていくっていうところも必要だよと言われています。ご自身がしっかり向き合って手と手を取り合っていけるような、そのような相手が必ずね、ご自身にはいるからね。だからそういったお相手だったり、コミュニケーションが取っていけるような人、そこと出会ったり、あるいはもう出会ってる人とそのような関係性になっていくためにも、何か急ぐのはやめてくださいという、急ぐ必要はないんですよというメッセージが届いています。そうね、今一生懸命ね追求してどうしたらいいのかなとか、何か答えを見つけている感じがするんですけれども、答えが見つからないというところに焦りを感じている方もいらっしゃるのかもしれないですね。焦る必要はないですよというメッセージが強いので、そうね、何かこう理解し合えるとか、そういったことに対して一つの言葉でねパッと分かり合えたら、とてもね早く関係性が明確になっていいのかもしれないんだけれども、そうではなくって1分1秒積み重ねていく中で築き上げていく関係性というものもあるから、そこにね目を向けていってほしいと言われている感じがしますね。で、そうですね、何か A さんが選んでいかなくてはいけないような状況にあるのかなという感じがするので、それに対しておそらく A さん自身の気持ちや感情、感覚か、はまだ選べるようなね、何か選択をできるような状態でないのかなというところなんです。けれども、その A さんの状態とは打って変わって、周りの動きは意外とスピーディーに動いている感じがするんですね。このシャドウというカードが出ているので、
ですので、その周りの動きに合わせて焦ってしまって自分の気持ちを決断するのではなく、しっかりご自身の中で答えが見つかるまでは待ってくださいねという、そのようなメッセージが来ています。はい。そしてアップデートをされた上で、どのような最新バージョンの A さんになっていくのかというところが結果なので、見ていきたいと思うのですけれども、はい、ハーミットのカードとゴールドのカード、いいですね、ゴールドのカード来ています。そしてソリチュードというカードが来ています。やっぱりね、結果としてご自身らしく自分で答えを見つけていくことができる、まずそれが一番ね、強く来ています。ですので、何か人との関係性においてご自身が迷われていること、何か決断をしなくてはいけないことがあるのだとすれば、そこに対して自分らしく決断をしていけるような状態にアップデートされていますと出ています。そしてアップデートされた A さんが、出した答えによってとてもね、豊かなものを手に入れるよというね、メッセージが来ています。そうなので、どなたかね、もうお相手がいらっしゃるのであれば、その方との関係性がとても A さんが心地よく感じていけるものになる、そしてまだね、そのようなねことをね、なんかこう良くなっていきたいというような関係性の方いないよという方であれば、そういった仲間内に出会えるとかね、仲間との出会いがあるよと言ってきてくれているように感じます。はい、ですので、とても A さんが心地よく過ごしていけたり、コミュニケーションをとっていける、そのような人との関わり合いがね、できていくような、自分自身にアップデートされていきますよというメッセージが来ています。そしてこちらも結果としてね、出しているんですけれども、はい、コズミックハートとアッドライト、はい、これね、光を追加するとかね、そういうことを伝えてくれるカードです。とってもキラキラしてますね、2枚ともね。なんかね、やっぱりすごく内側からのね、自分自身の光を放っているっていう感じがするんです。自分の気持ちをこう抑え込んでいた部分っていうのがあるのかな。なんかそこにね、光が差すよと言われている感じがするんですよね。そう、ご自身の気持ちの解放とかね、とっても感情っていうところが強く、今回のカードたちからは伝わってきます。その感情っていうのは、自分の気持ちに素直にとか、自分の気持ちをどのように表現していくかとか、そういったところがカードたちから伝わってきますね。このラバーズのカードもハートがだし、ここも思いっきりハートがポーンと出てきてくれていますのでね、気持ちの解放であったりっていうところかな。そういったことをすることによって、気持ちの解放をすることによって A さんがとっても心地よく安心を感じながら過ごしていける、そのようななんか環境が整うと出ています。そしてそれっていうのは一人で過ごすのではなく、ご自身プラスアルファどなたか周りの方、との関わり合いの中で見つけていけるようなものだよと、言ってきてくれているかなと思います。それでは最後に、エンジェルセラピーのオラクルカードからアドバイスカードを1枚もらってリーディングを締めたいと思います。アドバイス、はい、こちらです。はい、If you get nervous, focus on service と出ています。何か心が不安定になったりだとか、本当にこれでいいのかなと、思って塞ぎがちになってしまうようなことがあるのだとすれば、その時はまずは、自分が何かこうしてあげたいなと思うような気持ちだったり、これを、届けようと思うような気持ちであったり、そういったものを優先的にね、なんかこう選択していってあげるといいよと言われています。そう、何か受け取る側というよりも、まずは自分から外に出していくような、
そういった気持ちにフォーカスを当てていくといいよと言われています。そしてご自身がそのように外に出していくことによって、お相手の方にね、第三者の方にすごく良い状況を与えてあげられる、そこを忘れないでくださいと言っています。なので A さんがお相手の方にしてあげられることっていっぱいあるんだよって、そこを忘れないでくださいねとメッセージは出ております。はい、それでは A を選んでくださった方は以上となります。何か少しでも参考になる部分があれば拾っていただけると嬉しいです。ご視聴いただきどうもありがとうございました。はい、では B さん見ていきたいと思います。まずルノルマンカードね、見ていこうと思うのですけれども、ごめんね。このカードを選んでくださった方ですね。瞑想している女性が描かれていますが、はい、B さん。ルノルマンカードが魚、クローバー、そしてヘビなんですね。非常に喜ばしいカード来てくれているんですけど、最後にヘビで、何か B さんにとっての豊かなもの、豊かだなと感じるもの、それぞれ見てくださってる方によって違うと思うんですけれども、金銭的なものであったりもするし、人間関係の豊かさもそうだし、ご自身の気持ちが、こう満たされるもの、趣味だったり落ち着いた場所だったりいろいろあると思うんですけれども、ご自身が B さんがね豊かだなと感じるものに対してなんかもっとね、なんていうんだろう、ギャンブルしていいよみたいな感じなんですよ。なんか一か八かの豊かさの流れの中に行くっていうなんかそんなメッセージが来ていて、それがB さんのアップデートされた最新の姿だよって言われているんですね。なんかだからリスクとかを回避せずに前に進んでいったりする姿なのかな。なんか一か八かに飛び込んでその流れに乗っていけるような、そんな状態っていうのがまず伝わってくるんですが、なんだろうね、ちょっと他のカードも見ていきたいなと思うんですけれども、ちょっとね、ここ結果なんだけど、このカード来ているんでね、スターシーラさんなのかな、ぽいね。何かこう宇宙の記憶をすごく持っていらっしゃって、地球で生きていくのが息苦しいとか、そういう感じの方かな。あるいは何かお役目を持たれていることに気がついていて、そのお役目っていうものをね果たしていくのにどのようにしていけばいいかみたいなところで苦しんでいらっしゃったりもするかな。ちょっと待ってね。
このカード出る時って何かあなたがあなたらしく地球上で生きていくための答えを探しているとかね、そういう時に出てきやすいんですよね。で、なんかもう物質世界に疲れてしまっていて、本来の自分はどういう自分なのかなっていう部分を求めていらっしゃる場合と、物質世界でどっぷりハマってしまっていて、そういうふうにね、こう自分らしく生きていくにはどうしていいかなっていう、そのタイミングを迎えていらっしゃる方と、反対にこの地球上でうまくこう自分自身のエネルギーを合わせて過ごしていけている、その上で自分はなんかこの地球のために宇宙のメッセージを受けて何をしていけばいいんだろうと思っていらっしゃる方と、どちらのパターンにしても自分らしくあるにはどのように過ごしていけばいいかなっていうのを明確にこうしていくようなタイミングが来ているのかなっていう部分なんですけど、ルノルマンカードが何かこう流れにね沿っていくことによってご自身が日々の中で小さな喜びをたくさん見つけていける、そこにつながっていくんですけど、その先が蛇なので、何かそこに対してなんていうのかな、蛇って獲物を捕まえる時ってすごいじーっと遠くから、その獲物に対して標的を合わせた上でシュッと動いていくじゃないですか。だからね、こうタイミングを見計らった上でしっかりとチャンスをこうヒュッと自分自身で掴む、そんなイメージが来ているんですね。けれどもそのご自身のヒュッとタイミングでチャンスを掴む部分って何かしらの周りから見たら毒々しいものであったりする場合もあるよっていうところをちょっと伝えてきてくれている感じがするんです。そうだから何かチャンスをしっかり見計らった上でのタイミングっていうものを自分で掴み取っていけるんだけれども、周りからどう思われたりだとか、どんな風に自分自身がそれを感じ取るか、周りからこう思われていることをご自身がどういう風に感じ取っていくかっていうところはもう一か八かでやってみないとわからないことだよと言われているんです。なんかそういったメッセージがすごく強いです。なのでご自身のラッキーな流れに乗っていける部分っていうのはもう結構リスクを気にせずパンと飛び出していくような、そんな流れなんだよって、ちょっとメッセージが伝えてきてくれています。はい、じゃあちょっと他のカードも見ていこうと思います。オラクルとタロットね、見ていこうかなと思います。一番上の段からね見ていきます。今の状況ですね、どういったところに入ってくるアップデートなのかっていうのを出しています。はい、キャロットの6番にファウンか、フォーユーシンプリシティ、すごいね、メッセージとしては休まっていない感じがするな。休んでくださいのメッセージなんですよね。でもっと物事シンプルでいいよって言われてるんで、何かもう一分の隙もないぐらい気を張って過ごしていらっしゃるようなところがあるかな。そうなってくるとやっぱりね、ここで、感じた、これを言うことによって周りの人たちはどう思うんだろうとか、自分の行動に対して何をこう周りの人たちは感じるかなとか気になさっていたり、あるいは周りの人たちの行動や言動一つ一つがもう気になって仕方ない、そんな感じがしますね。なのですごくね、神経張り巡らせて毎日過ごしていらっしゃるのかな。だからすごく休む時間であったり休息をとって何か物事シンプルにもっともっと軽くなっていく、そのような状況エネルギーがね、必要なんだよみたいなメッセージをくれている感じがしますね。はい、そこに入ってくるアップデートということです。はい、では
アップデートをしていくために必要なことを出しています。必要なこと、はい、スティックのページページ、これバンドですね。はい、そして Day 1日ブレッシング、いいカード来てます。まずね、始まっていくっていうことに目を向けてくださいねって。何かご自身が新しく始めていける、一歩踏み出せるとか、今までの状況が変わる、そういったところに目を向けていってくださいねって、それを必要としていますよと言われていますね。昨日のことは昨日のことで終わり、一晩寝たら次はもう新しい一日が始まるんだよって、なんかそういったことを学んでいくっていうことが来てるな。日々変化していくっていうことを地球上で楽しんでいくのを忘れないでねって言われてるかな。ねえ、何かそう、地球っていうのはすごく物質的な世界であって、形で答えがね出せる世界でもあるんですよね。気持ちも大切なんだけれども、形で答えを出せる、なんかそこにご自身が地球を選んでね、地球で過ごしてみたいと思って今ねここに来ているんだから、一晩寝たら次は新しい一日で、そこからまた新しい形を生み出していくことができる、そんな地球にあなたはいるんですよと、そこをね忘れないようにしてくださいねって言われてる。なんかそこが来てますね。とにかく何か新しい喜び、新しい幸せ、新しい喜び、そういったことが始まる、始めることができるあなただということを忘れないでくださいって、そこがアップデートしていくには必要としていることだよと、そのようなメッセージが来ていますね。そしてアップデート後どういった最新バージョンのあなたになっていますかというところで出しているのが一番下の段になるんですけれども、ここね1枚ずつカード出そうと思ってたんですけど、くっついてね2枚、タロット2枚、オラクル2枚来てくれています。ここすごいですね。エンペラーにデイジーズのクイーンさんにレイク、湖のカードにストーンのカードが来ています。そしてセキュリティというカードと、これ浄化のカードが来ているんですよね。両方煙を上げて自分自身の中の不要なものを浄化していくタイミング、邪気を払うっていうところのカードなんです。だから最新のね状態に何かアップデートされた後のあなたというのは、不要なものを削ぎ落として何かご自身が軽くなっているっていうのはここから感じます。ご自身らしく心が穏やかになっていたりだとか、ご自身がやりたいことがあるのだとすれば、そこに向かって自分にはできないとか、そういうマイナスな思考はもう全て削ぎ落とした状態で、何か軽やかな状態になっていますよと言われていますね。なので結果としてはとてもいいのではないかなと思います。ここのオラクルのこの2枚も流れに乗っていけていたりだとか、リラックスしてなるようになるよっていう感覚で過ごしている感じがするんですよね。だとクイーンさんとエンペラーも出ているし、何か自分のやりたいことや自分の感情っていうところに対してはしっかり信念も持っているし、安定している感じがするんですよね。そう豊かなんですよね、とっても。なのですごく地球で生きていく上では、何か B さんが求めていた豊かなものっていうのを手に入れている状態になっている。そしてそれっていうのはしっかり流れに乗っていけているっていう感じがするので、ここの流れに乗って豊かなものを手に入れていく。で蛇ね、やっぱりね、ここで神経使っていたところに対してこれだけ流れに乗っていけているということが出ているということは、なんかご自身の中では結構ギャンブル的に感じるかもしれないんだけれども、
とりあえずやってみようとか、とりあえず言ってみようとか、そういう、なんか一か八かのことなんだけれども行動に移せているっていう部分が出ているのかなと思います。流れに乗ってその時その時のご自身の感情であったり、行動っていうものを大切にしているっていうね、それがもしかしたら、B さんにとってはちょっとねリスクを背負うような、何かギャンブル的なことになるのかもしれないですね。それだけ今がね、すごくいろんなことを繊細に、考慮しながら過ごしていらっしゃるっていう感じがするのでね、そうもう気を張って、本当にね1分1秒リラックスできていないっていう感じがするんですね。だからこそ流れに乗ってゆったりと自分らしく自分のペースでマイペースで過ごすっていうのはとても B さんにとっては、一か八かのギャンブルなことなんだと思います。だけどそれをすることができるよって、そういったアップデートがね今行われるタイミングですよと、言ってきてくれているように思います。ですのですごくね結果としてはご自身らしくあれるっていうところ、すごく強く出ているなと思いますので、結構肩の荷を下ろして楽になれるのではないかなと感じます。では最後にですねエンジェルセラピーのカードを用意してます。こちらから1枚アドバイスをもらってリーディングを締めたいと思います。B さんにアドバイスをください。アークエンジェルミカエル、すごいカード来ましたね。大天使ミカエル様が来てくれましたね。なんかねやっぱりね今 B さんに来てるのって B さんを苦しめているエネルギーを断ち切る時なんですよね。でミカエルが、それを応援してくれているっていう、そこがアドバイスとして来ています。なのでそうだな、ミカエルが来てくれているっていうことはなんかやっぱりご自身がしっかり自分自身でね自分を縛り付けているようなエネルギー状態から解放されたいとか、もう断ち切るぞっていう強い信念がね、必要かなと思います。そしてそれと同時にご自身の信念と同時にそこをサポートしてくれる光の存在たちがいるっていうことに目を向けていくともっともっとね楽になっていくのではないかなと思います。では B を選んでくださった方以上となります。何か少しでも参考になるメッセージがあると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。C さんカードが揃いました。見ていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらのカードを選んでくださった方ですね。うさぎちゃん見ていきます。C さんに訪れるアップデートした最新の状態、ウルトラなねアップデートですというところでカードを引いています。コウノトリにライダーのカード、非常に喜ばしいね吉報のカードが2枚出ているんですが、最後がヘビさん。
他の選択肢と迷ってくださった方もいるかな。同じところにヘビが出ている選択肢さんがいらっしゃいます。で、いいカードの後にヘビちゃん、これは何を伝えたいのか。何かすごく大きなねターニングポイント、変化を迎える、ご自身がいい方向へと移動していくんだよというところがすごく強く来ているんですね。大きな変化、チェンジ、何か吉報をね届けてくれるライダーであったり、出会いを教えてくれるカードなので、本当に、ご自身の良きとするものへ向かっているっていう感じが強いんですけれども、それって C さんにとってはヘビなんです。何か厄介事なんです。いいお話があったりだとか、そういう部分を心から受け入れられない部分っていうのを持っていらっしゃるかなっていう感じがしていて、何か例えばお仕事で昇給するとかであったり、良い出会いがあったとしても、自分のこれまでの生活スタイルが崩れてしまうのがちょっとね、億劫だなと思っていらっしゃる部分があるのかもしれないです。で、そういった部分があるから、良いお話を良いものとして受け取れない、厄介だなって思っちゃう部分が出ているのかな。で、アップデートされた後っていうのは、そういったものを受け入れている姿になっていますと言われています。それがねちょっとねルノルマンカードから伝わってきますね。はい、では他のカードを見ていこうと思います。まずはどういった現状に入ってくるアップデートなのかというところで出しているカード3枚を見ていきます。タロットとオラクル2枚出してます。はい、スティックのナイトさん、ワンドのナイトさんに相当するカードですね。ヤギに乗っているウサギさんです。かわいいね。はい、そしてウィンド、風のカード、タイミングを見計らっていい状態をね掴んでいけるって出ております。そしてプレジャーのカードですね。現状すっごくいいですね。現状のどういった部分っていうところでは、ご自身がしっかり自分らしくね楽しめるようなもの、そこに対してちゃんと、手当たり次第に飛びついていくのではなく、自分にとって良いものだけを選んでいくっていう部分があって、そこにねアップデートされるのが入ってくるよって言われてます。だからちゃんと自分が自分で楽しんでいけるものを選び抜いている、そんな感じが出ています。そこに対してねもっともっとアップデート入るよと言われています。はい、そしてアップデートしていくために必要なことを聞いているので見ていきたいと思います。はい、ごめんなさいね、今ねちょっとトラックがバーンといっぱい走っているので止めたんですけれども、はい、ここね必要なことアドバイスとして来ています。ジャスティスのカードとプレゼント、現状を見ていくカードとチェンジ。そうだな、必要としていることって、そうだな、その時その時に集中をするっていうのがまず出てるんですよね。その今っていうところを見ていくことによって、あなたが手に入れるものがあるっていうところが強くメッセージできているのと同時に、そこに変化っていうねチェンジのカードも来ています。今を大切にすればいいよと、それに対して変化っていうものも同時にあるよって言われているので、今 C さんの目の前に広がっている世界は、過去にとらわれることなく、未来を見過ぎることもなく、今を楽しめる、そのような世界なんだけれども、その世界がたとえ終わりを告げようとも、またその後には変わった C さんの新しい世界に集中していくことができることも忘れないでねと、メッセージは伝えてきてくれています。決して今を永続的に守っていこうとするのではなく、今は今、明日は明日ね、そういったことに目を向けていく、そんな必要があるんだよと言われています。そうだな、だからね、何かやっぱりね、ご自身が良い場所へ、良い状態に変化していくことに対して、何かしら後ろ髪を引っ張られて元に戻ってしまうというか、
U ターンしてしまうような部分ってあるのかもしれないですね。そうだな、何かすごくこう安全地帯に自分自身を置いていらっしゃるというか、なんて言うんだろうね、こう一歩踏み出した外に行くともっと楽しいことはあるのかもしれないんだけれども、危険なこともいっぱいあるから、じゃあね、今いる場所に留まっておこうみたいな部分をもしかしたら少しお持ちなのかもしれないです。なのでしっかりちゃんと今っていうところにねフォーカスを当てて、ご自身らしく喜びっていうものだったりご自身の豊かさを選んでいける、ことができているので、そこに対してそれを失うとか、ね、そこを守っていこうとか、そういうねなんかこう思いを少し、抑えて変化をしていくことがあってもいいんだなという気持ちを付け加えていくと、もっとこの最新のアップデートされたご自身になれますよと、メッセージを伝えてきてくれているかな。では、アップデートされた後はじゃあどうなるんですかというところで出しているカードを見ていきたいと思います。ここはね5枚出しました。まずこっちの2枚からこっちの3枚から見ようかな。力ストレングスのカードとショアというカードとトラスト、非常にひたむきに取り組めるって言われてる。やっぱり目の前にあること、今というところにひたむきに、そして忠実にしっかりと目をそらすことなく向き合っていれますよというところが来ているのと同時に、水面下で変化が起こっていることっていうのに信頼を置けるというね姿になっていますと言われています。なるほど。何か目の前のことに変化がなかったとしても、しっかりね水面下で起こっていることに信頼を置いているっていうところで、なんかねすごく C さんの自分の生活スタイルとか、自分のこう生きていく目的とか、その人生の目標とか目的とかまで大きなねテーマでなかったとしても、お仕事であったとしても、人とのね何かつながりね、毎日の日々の中の小さなことだったとしても、とってもひたむきに今起こっていることに、対処できている、そんな姿が来ています。この2枚ね。そうで、それはどうして今起きていることにひたむきになっていれるか、目の前にあるものを大切にしていけるかっていうと、これが目の前にあるものがたとえ変化をしてしまったとしても、なくなったとしても、それって自分自身にとってまた新たなものが始まっていくというね、何かそういったものに対しての信頼っていうのをすごく持っているからなんですよね。だからこそ今を楽しんでいける、今を大切にしていける、なんかそこが来ています。だからね、なんかすごく恐れがなくなっているんですよ。壊れてしまうとか、何かをなくしてしまうとか、そういったことに対しての恐れがなくなっていて、なんかそんな姿にアップデートされているんですけれども、残りの2枚を見ていくと、ジャンプインのカードと Be Efficient っていうのかな。なんかこれね、すごくタイムマネジメントがね上手にできる感じのカードが来ているんですね。この真っ白なノートに今必要なこと、今やるべきこと、そして今自分が持っているものとか書き出していって、でその時に必要な情報であったりっていうのをなんかこうキャッチできるっていう感じがするんですよね。でこれ後ろに描かれている国旗が気になっていて、私たちは、私も含めおそらく私の動画を見てくださっている方の多くは日本で生まれ日本に育ちっていう方が多いと思うので、ここに描かれている国旗っていうのは外国のね国旗にあたると思うんですけれども、何か自分が見知らぬ、世界の、情報であったりとか言葉であったりだとか、
そういったものであったとしても、しっかり何か興味を持ってそこから情報を得ていけるような、なんかそういったことをこの国旗から今回は感じます。このねジャンプインというカードもね、ここ見えるかな、人がねお水の中に飛び込んで足だけが見えているような、なんかそんな飛び込み後のね絵柄になっているんですけれども、瞳の中心に飛び込んでいってる感じがするでしょね。何かだからすごくご自身が知らない世界へ飛び込んでいく力っていうものを得ていますと、このカード2枚からはい、感じました。なのでね、C さんのアップデートされた後の姿というのは非常にね変化をしていくというところを素直に受け入れ、そしてそこに心を開いていく、自らそこに飛び込んでいっているっていう姿もね見えるので、だからこそ変化があってもいいんだと受け入れられているからこそ、今を純粋に楽しめている感じがします、ね。今ある楽しいものがなくなってしまったらどうしよう、これをキープしていくには何をすればいいんだろうってこう思っているようなことがあるのだとすれば、そういったところから心配事が生まれているのかもしれません。その心配事がなくなって、本当に純粋に心から今ね感謝できるものに対して、こんなにたくさん楽しいことがあるんだって、ありがとうって思えるようになっていたり、するかな。なんかそういったことがねカードから伝わってきました。はい、ですので変化を恐れずに自分の良いとね思うものに対してそのままなんかこう受け入れられていく、受け取れるような自分になっているというのかな。そういった姿にアップデートをされますよというねメッセージです。はい、では最後にエンジェルセラピーのカードからアドバイスをもらってリーディングを締めたいと思います。はい、では C さんにアドバイスをください。これが気になりました。はい、こちらのカードです。サードアイチャクラのカードが来ましたね。また素敵なカードが出てきてくれました。C さんが思い描いている自分自身の未来の姿だったり、これを引き寄せたいなと思うようなイメージがねあったり、あるいは本当にねこのサードアイチャクラというところがとてもね、能力を持っていらっしゃって、見えないね世界のものがビジョンとして見えるという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、何か C さんが思い描いているイマジネーションね、そういったものをしっかりとご自身が信頼を持ってそれを受け入れられるようになる、そういったサポートが入っていますよと言われています。なのでここにちょっと似てるかな。トラスト、水面下で動いていること、自分のねこうなんか内側で動きがあることだったり、目で見える形ではないところでしっかり自分自身がねこう上昇していっているとか、こうゴールを設定していらっしゃるのであれば、そこに対して進んでいけているとかね、何かそういったものに対しての信頼ね、ご自身が思い描いていること、目に見える形ではないものに対しての信頼をしていける、そういった部分をとても今、宇宙から応援が入っているしサポートをされているので、それを忘れないでくださいねと言われています。なんかこれもねすごい気になるな。今このカードがパッと目の中に入ってきたんですけど、目隠しをしたうさぎさんなんですよね。だから決して目で見えるものだけで物事をジャッジしないよっていうところが来ているので、目閉じてるしねこのうさぎさんもね、ご自身の心の声だったり、ご自身の中にあるイメージだったり、そういったものを大切に、そこに信頼を置けるようにサポートが入っていますということです。はい、では C を選んでくださった方は以上となります。何か少しでも参考になるメッセージがあれば拾っていただけると嬉しいです。ご視聴いただきどうもありがとうございました。